ちは、健太郎です。ご視聴ありがとうございます。今回は最新のデスクツアー動画になります。デスクツアー動画は前にもアップしてるんですけども、アイテムが結構変わったので、新たに紹介できればなと思います。それではどうぞ。まずはデスクの全体像です。ブラックカラーをメインにして全体的にシックな雰囲気を作っています。デスク上にはあえて余白ができるようにシンプルにすることで、落ち着いてリラックスできるような作業環境になっています。デスクはフレキシスポット E7 と IKEA のエイクバッケンを DIY で組み合わせて作成しました。艶のないマットな質感が気に入っています。もともとはキッチン用の天板ということもあって、傷や汚れ耐性があるのも嬉しいポイントです。高さを自由に変えられるのも昇降式デスクの特権ですね。デスク下の配線は見えないように配線カバーで管理しています。デスクの右部分にはオーディオ端子と SD カードリーダーを DIY で搭載してみました。チェアはグロースピカプロを愛用していて、全面がメッシュでできているところがポイントです。アームレストが自由に動いて、あとはリクライニングが可能でフットレストもついているので十分満足しています。モニターにはデルの34インチ曲面タイプをチョイスしました。モニター1台で画面分割作業ができるので34インチは必須です。PC との接続ですが USB-C ケーブルで接続できるので切り替えもスムーズです。PC は M2MacBook Air 13インチの 24GB メモリ 1TB ストレージを使用しています。プログラムを書くような重い作業と他のアプリ動作時でも固まらずにサクサク動くのが素晴らしいです。モニターアームは王道のエルゴトロン LX を使用しています。モニターアーム選びに迷ったらエルゴトロンを買っておけば間違いないと思います。モニターライトはクンティスというブランドのものを使用しています。付属のコントローラーでオンオフ、調光を変えることができます。有名なBenQスクリーンバーと比べると値段が圧倒的に安くて機能もそこまで変わらないので個人的にはおすすめです。ウェブカメラはアンカーのものを使用しています。コンパクトさに惹かれました。やはりコンパクトさは正義です。キーボードは HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S を使用しています。ミニマルなデザインが好きな僕としては、これはもう買うしかなかったです。あとは打鍵感が気持ちよすぎるので、最初は意味もなくタイピングをしていました。マウスはロジクールの MXL5 を使用しています。正直これを使ったら他のマウスは使えません。機能性と使い心地が神なのと、手首の角度を変えられるのも最高です。左手は Apple のマジックトラックパッドを使用しています。主にズームやピンチなど細かい作業時に使用しています。続いて最近購入した iPad mini です。主に GoodNote を使用してジャーナルや ToDo リストを作成、ジュエリーデザインなどで使用しています。Kindle で読書とかもするのでかなり重宝しています。充電器はベルキンのものを使用しています。iPhone、AirPods、Apple Watch を充電可能でフラットなデザインで気に入っています。あえてデスクから離している理由は気が散るのを防ぐためです。スピーカーとしても使用している Alexa ですが、スイッチボットを連携していろいろなワークフローを行っています。Alexa、デスクライトつけて。こんな感じでライトをつけたりしています。はい、いかがだったでしょうか。全体的なテーマとしてはシンプルかつ機能的というのをテーマとしてデスク作りをこだわっていて、これからもアップデートし続けたいと思っております。皆さんの参考になればと思います。ご視聴ありがとうございました。